ネットフリックスが増収増益で過去最高益を叩き出したのに、株価が 9% も暴落したのだ。利益が2倍になっても売られる。この逆説の答えが今日の確信なのだ。増収増益なのに株価が下がるってどういうことですか？普通は逆じゃないんですか？しかも 9% って相当大きいですよね。今日の世界ニュース5本まとめてお届けするのだ。ネットフリックスの逆説的急落、創業者の電撃退任、CDC でワクチン政策が揺れるアメリカ、FRB 次期議長候補の1億ドル超の謎の資産、そしてアルゼンチンとビタミン B の話まで、それぞれ日本への影響も含めて解説するのだ。まず1本目、ネットフリックスなのだ。CNBC によると、2026年第1四半期の売上高は125億ドル、純利益は52億8000万ドルで前年同期のほぼ2倍なのだ。アナリスト予想も上回った。なのに株価が 9% も落ちたのだ。数字だけ見ると完璧な決算じゃないですか。売上も利益も予想を超え、しかも去年の2倍。なのになぜ株価が 9% も下がったんですか？市場が何かを嫌がったんですよね。ポイントは2つあるのだ。1つ目は創業者ロスなのだ。リード・ヘイスティングズ、ネットフリックスを29年間育てた共同創業者が6月の株主総会で取締役会を正式に退任することが発表された。2023年に CEO を退いて以来、会長として残っていたが、今度こそ完全に去るのだ。株主には最後の柱が消えたと映ったわけなのだ。2つ目は WBD 終了ボーナス問題なのだ。今回の純利益52億8000万ドルのうち28億ドルはワーナーブロス・ディスカバリー買収破談の違約金なのだ。つまり本業の実力ではなく、一度きりの特別利益が数字を押し上げた。市場はこれを見透かして、次の四半期に同じ利益は出ないと判断したのだ。一時的な特別収入を除いたら、実は想定内の利益だったということですよね。それは確かに市場が厳しく見るのもわかります。日本でネットフリックスに加入している人にとって何か影響はありますか？日本の約900万人のネットフリックスユーザーに直接関係するのが値上げ圧力なのだ。株価が下がると投資家から収益改善を迫られる。ネットフリックスが手っ取り早く使えるカードが料金値上げなのだ。現在の日本のスタンダードプランは月1590円だが、株価低迷が続くと来年あたりにまた100、200円の値上げが来る可能性は十分あるのだ。創業者がいなくなる会社って、ちょっとアップルがジョブズを失ったとみたいな話ですよね。でもアップルはその後も成長した。ネットフリックスも同じ道をたどれるかどうか気になりますね。さて2本目なのだ。アメリカの CDC 疾病予防管理センターの新長官問題なのだ。CNBC によると、トランプ大統領がエリカ・シュワルツ海軍少将を CDC 長官に指名したのだ。聞こえはいいが、これ実は混乱の極みの中で誕生した任命なのだ。CDC は今や回転ドア状態なのだ。スザン・モナレス長官は昨年夏にケネディ HHS 長官の命令に従わなかったとして解任された。それ以降、代行長官が210日という法定上限ギリギリまで職を担い、今ようやく4人目の長官候補が決まった形なのだ。組織の士気は地に落ちていると報じられているのだ。長官が次々に変わるっていう異常事態ですよね。CDC ってワクチン政策とか感染症対策の中心機関じゃないですか。それが機能不全に近い状態というのは、コロナみたいなパンデミックが起きた時にどうなるのか、想像するだけで不安になります。特に注目すべきは子どものワクチン推奨数の問題なのだ。ケネディ長官は現在17種類ある推奨ワクチンを11種類に減らそうとしている。先月、裁判所がこの変更を一時差し止めたが、 CDC の混乱が続けばいつ再燃するかわからないのだ。これは日本にも無関係ではない。日本の感染症対策は WHO と CDC のガイドラインを参考にしているからなのだ。ちょっと待ってください。ケネディさんってワクチン会議派で有名でしたよね。その人が HHS 長官になって CDC に圧力をかけている構図ですよね。子供を持つ親の立場から見たら、科学的根拠のある政策かどうかより先に政治的な動機じゃないかと疑ってしまいます。私は国民が信頼できる公衆衛生機関であることの大切さを改めて感じます。3問目は FRB、 アメリカの中央銀行の次期議長問題なのだ。トランプが指名しているケビン・王氏元 FRB 理事の資産開示書類が公開されたのだ。総資産は1億3500万、2億2600万ドル、日本円で約340億円なのだ。しかもそれとは別に妻がエスティ・ローダーの創業一族で、フォーブス推定19億ドル、
約2900億円の資産を持っているのだ。桁が違いすぎる話ですね。340億円あって、さらに妻が2900億円。FRB 議長って金利を決める人ですよね。その人自身がこれだけの資産を持っていたら、利下げ一つで自分の資産が何十億円も動く、利益相反じゃないですか。さらに問題があるのだ。王氏は資産の一部について、守秘義務があるから中身を開示できない、と申告したのだ。ジャガーノート、ファンド、という金融ビークルに1億ドル超の資産があるが中身は不明、という状態なのだ。エリザベス・ウォーレン上院議員が、1億ドル超の資産の中身が不明では利害関係が把握できない、と議会で批判した。 CNBC によれば、倫理規則を守れていない最初のトランプ政権指名者だと指摘されているのだ。なぜ日本に関係するかというと、FRB 議長は世界の金利動向を左右するからなのだ。王氏が就任して利下げを急げば円安が進む。円安が1ドル160円を超えると、輸入食品の価格が跳ね上がるのだ。スーパーの輸入チーズや小麦製品が今より10-15% 値上がりする計算になるのだ。資産不透明な人物が世界の金融政策を握る。これは日本の食卓にも直撃する話なのだ。ここまでの3本をざっと変えるのだ。1本目はネットフリックスが増益なのに100落ち。理由は業者退任と1回性特別利益。2本目は CDC 長官4人目。ワクチン計画が日本には波及する可能性。そして3本目は FRB 議長候補の資産不透明問題。時期の折れは日本の食卓にも関わってくるのだ。引き続き山々あるので最後まで見ていってほしいのだ。4本目はアルゼンチンの経済ニュースなのだ。中央銀行が準備預金、つまり銀行に義務付けている資金の積み立て比率を 75% から 65% に下げることを発表したのだ。これは IMF との第二次審査の合意内容の一部で、停滞している手育て融資を動かすためなのだ。準備預金の比率を下げるって、銀行が手元に置かなきゃいけないお金を減らすということですよね。そのわけ、利子出しに回せるお金が増える、景気刺激のための規制緩和ということですか。アルゼンチンだとまたインフレの心配もありやすそうですけど。ナシオン氏は、ほぼ化粧直しレベルの変更と評していて、劇的な景気回復にはならないと見ているのだ。ただ選挙直前に最大30年ぶりの高水準まで引き上げた準備預金を少しずつ正常化している流れの一環なのだ。アルゼンチン国債に投資している日本の個人投資家はリスク動向として注視すべきなのだ。最後5本目は健康ニュースなのだ。2つセットでお届けするのだ。1つ目は名誉クリニックの研究で、ビタミン D のサプリメントが腸内細菌と免疫のバランスを整える可能性があるというものなのだ。セルリポーツネギシンという専門誌に掲載されたのだ。炎症性腸疾患、クローン病や潰瘍性大腸炎を持つ148人に12週間ビタミン D を補充したところ、免疫の過剰反応に関わるイブ G 抗体が減り、腸を守るイブ A が増えたのだ。ただし研究者本人がランダムか比較試験ではないと認めており、自己判断で大量摂取するのは禁物なのだ。必ず医師の指導のもとでという大前提があるのだ。日本でも潰瘍性大腸炎の患者さんって増えていますよね。ビタミン D のサプリなんて手軽に買えるじゃないですか。でも先輩が言う通り、自己判断でやるのはダメなんですよね。どのくらいの容量が適切なのか、かかりつけの医師に相談するのが第一歩だと言えました。そしてもう一つ、アルゼンチンのオリンピックシミ銅金メダリストで医師でもあるパウラ・パレトがヨーグルトとフルーツのデザートレシピを公開して話題になっているのだ。ギリシャヨーグルトをパイナップルの器に入れて冷凍フルーツとナッツを加えるだけ、15分でタンパク質 30G とオメガ3が出るのだ。医師兼アスリートが見る実践的な健康法は参考になるのだ。さて振り返ると、今日の5本には共通するテーマがあるのだ。それは信頼の揺らぎなのだ。ネットフリックスは創業者という精神的支柱を失い、 CDC はリーダーが次々に去り機能不全に陥った。 FRB の議長候補は財産の不透明さで信頼を問われている。冒頭にネットフリックスが増収増益で株が落ちたと言ったが、市場が売ったのは先の未来への信頼だったのだ。今日覚えてほしい数字は9なのだ。ネットフリックス株価マイナス 9%、ワクチン推奨数17から11へ削減検討、 FRB 候補の謎の資産1億ドル超、どれも数字の裏にある信頼問題を示しているのだ。僕の正直な意見を言うと、 CDC の混乱が最も日本への長期的影響が大きいと思うのだ。パンデミック対応の司令塔が機能不全に近い状態では、次の感染症発生時に世界の対応が遅れる。日本はその影響を直接受けるからなのだ。今日の5本、どれが一番気になりましたか？コメントで教えてほしいです。私は個人的には FRB の話が一番怖かったです。
世界の金利を決める人の資産の中身が不明って、民主主義の透明性という意味でかなり困する問題だと思いました。皆さんの意見もぜひ。毎週金曜日は地政学ウィークリーをお届けしているのだ。来週も世界の動きを地政学の視点でがっちり解説するのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを解説しているのだ。チャンネル登録と高評価ボタンでぜひ応援してほしいのだ。コメントも全部読んでいるのだ。来週の地政学ウィークリーも絶対見逃すなのだ。